皆さんこんにちは、ガジログです。今回はファーウェイバンド7が日本市場に2022年の6月2日ということで、ファーウェイジャパンが公式に発表しました。では購入前にですね、知っておきたいことについてお伝えしたいと思います。基本スペックなど特徴などについては、ファーウェイバンド7の発表されましたという動画の方でお伝えしていますので、ご覧いただければと思います。お値段やまた購入する前において知っておきたい点などについてお伝えできればと思います。では早速本日も行ってみましょう。でまずですね、購入する前に知っておきたい点の1つ目として、常時点灯文字盤に対応しているということになります。いわゆる AOD と言われている Always On Display になります。こちらはですね、プリインストールされているもの、つまり最初からこのバンド本体にね入っているもの以外は、ファーウェイヘルツのアプリを使ってダウンロードして4000種類以上の文字盤をダウンロードすることができるようになります。つまり最初からですね、このバンドの中に入っているデータっていうのは本当にわずかなものですので、最初から入っているものはだいたい5、6種類ぐらいですよね。どういったものが入っているかはちょっと分かりませんけど、おそらくこのね今サンプルで表示されているものあたりが入っているんじゃないかなという気はします。これ以外のものに関してはファーウェイヘルツのアプリを通して無料のものをダウンロードする、もしくは有料のものを購入するということができます。それがですね、8割9割方は有料版なのかなという感じがしますけど、お好きなものを探すっていう形になります。そしてですね、今これ文字盤は通常の文字盤になりますが、ここに書いてあるようにこちらが常時点灯文字盤と言われているものです。ファーウェイはこのような言葉を使っていますけど、一般的には Always On Display、 常時表示ディスプレイとかねよく言っていますけど、このような画面が消灯した時に簡単な情報だけですね、こういったね時間や日付のみという感じでしょうかね、表示方法になります。こうすることによって腕を上げなくても、また画面を触ったりサイドボタンを押したりしなくても時間を確認する必要がなくなります。手をね動かなくても表示されたままになりますので、非常に便利な機能になりますね。でこの常時点灯文字盤に関しましても、まだちょっとはっきりわからないんですけども、このファーウェイバンド7からひょっとしたら有料のものもあるのかなという感じなんですね。これはちょっと実際ものを見てみないと分かりませんので、また後日ねレビューしてみたいと思います。次の注意点になりますが、ここです。音楽再生コントロールは Android のみ対応ということです。これですね、結構 iPhone ユーザーの方が購入した後に Android しか使えないんだっていうことで後から知るっていうことが多々あるようです。結構ファーウェイバンド6の動画をいろいろ出してきた中で質問をいただくことがあったんですけども、 Android のみの対応になっていますので、ここは iPhone ユーザーの方はぜひご注意ください。今Android と iPhone を持っておられる方で音楽再生コントロールを使いたい方はですね、 Android とペアリングするという形を捉えてください。では次の点ですね。それはリモートシャッターは EMUI8.1 以上を搭載したスマートフォンのみ可能といった点です。これどういうことかって言いますと、 EMUI8.1 以上って書いてありますが、 EMUI というのはいわゆるファーウェイのスマートフォンに入っているカスタマイズ OS になります。ですので Android ユーザーだからといって使えるわけではないという点も注意という形になります。当然ながら先ほどのこの音楽再生コントロールと同じですけども、 iOS ユーザー iPhone ユーザーの方もリモートシャッターは使えません。ここはあらかじめご注意ください。引き続き次の注意点になりますが、ここですね。クイック返信機能っていうのが今回ファーウェイバンド7から搭載されてきました。メッセージが来たものに対してクイックですね、簡単な返信ができますよっていう機能になりますが、これも Android 7.0 以上ということになりますので、やはり iPhone ユーザーは使えないということになります。しかしながらですね、後半の部分になりますが、また本機能はアップデートで追加されますとありますので、おそらく今回購入された直後には使えないということになると思います。またこの動画がですね、数週間数ヶ月後にご覧になっていただいている方にはもうアップデートされているかもしれませんので、該当しない場合もあります。そして最後にですね、価格の面になりますけども、ファーウェイバンド7がこのファーウェイの公式サイトから購入することができますが、見慣れないような表記がありますね。手付金とかって書いてありますけど、どんなものなのかちょっと見てみたいと思います。ここに書いてありますけど、今予約受付中ということになっていますね。発売以降のお届けになります。発売日が2022年の6月2日予定。変更の可能性ありって書いてありますけどね、ちょっとこれは変わんないでほしいですね。そして順番としては手付金をまず払うということになります。
800円お得になりますよと書いてあります。つまり800円を500円で購入するということになります。最初から800円割引しますよということではないようですね。じゃあ結果としてどうなるかということなんですが、こういうことですね。このファーウェイバンド7の日本市場での価格の定価ですね。ファーウェイとしての定価はここですね。8580円になります。で、ここに500円をあらかじめ払っておきますと、800円割引きますよっていうふうになっています。実質はこの数字としては出ていません。残金というね、また分かりづらい表記になっていますね。7280円。じゃあ実際いくらになるのってことですね。今この手付金を払っていくらで買うことができるのかってことなんですが、実質7780円になります。つまり8580円引く割引額が800円になりますので7780円になります。早く購入すれば7780円で購入することができますよということになります。他の EC サイトを見てみたいと思いますので、そちらではいくらで購入できるのかちょっと見てみたいと思います。まず Amazon のサイトの方でお値段の方を確認してみたいと思いますが、今のところまずは予約受付中ということになっていますね。6月2日一緒ですね。では価格の方を見てみたいと思いますが、8580円ということで、ポイントですね、86ポイントを付与しますよとなっていますので、先ほどのファーウェイの公式サイトの価格の方が実質で見れば安くなっていますので、Amazon で慣れたところですのでね、購入したいという方はこちらでも可能になっています。で、色に関しましてはフレームレッドというものとウィルダネスグリーンというもの、そしてネビュラピンクっていう名称ですね。ちょっと言いづらいんですけども、この3色展開になっています。なぜかブラックは今表示されていません。次はですね、ヨドバシ .com の方を見ています。お値段がやはり8580円の税込み価格になっていますが、なんとですね、ポイントで858ポイント 10% 還元ということになっていますので、実質で言うとですね、7722円になっています。これは安いですね。さっきのファーウェイの公式サイトですと7780円ですので、こちらは7722円ということで、ヨドバシ .com の方のポイントがもし魅力的であれば、こちらの方で購入するというのもありだと思います。そして最後にですね、ビッグカメラ .com になります。やはりこちらのお値段も8580円と税込み価格で同じになっていますね。しかしながらヨドバシ .com と同じように858ポイント還元という形になりますので、ヨドバシと同じですね。実質7722円になります。ですので、ポイントが必要であれば、やはりビッグカメラもしくはヨドバシの方で購入するというのもありだと思います。いろいろなね、購入の経路がありますので、ご自分の好きな方法で購入されるのがいいのではないかなと思います。はい、ということでですね、ファーウェイバンド7がいよいよ日本市場に投入ということで、2022年の6月2日に発売となります。基本スペック、どういった機能がついているのか、詳しい情報に関しましては、以前出した動画の方でご確認いただければ幸いです。では本日は以上となります。この動画が良かったよという方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録お願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。